ファクトだけを教えてくれるレイチェルです。今日は日本のあるコミュニティサイトで面白いアンケート調査がありますので、皆さんにご紹介させていただこうと思います。この前回路で日本人は SNS に韓国っていいですよ、日本いいねという文句が流行りだと、韓国の不買運動と反日感情に対して残念だという量の声を出した人々を見ました。でも、それは逆に考え直せば、日本人は韓国を憎まないのに、韓国人は日本人を憎んでいると言って、韓国人のこのような感情は悪いと遠回しに言う非難文でした。そうするうちに面白いアンケート調査を見つけるようになりましたが、主題はまさに、韓国が好きですか？嫌いですか？2019年7月10日から調査されたこのアンケートは今までも無期限的に行われています。韓国を好きだという回答者は27件で 1.5% に過ぎなかったのです。韓国が好きですが、今は韓国が嫌になったという回答者は61件で 34% にとどまり、韓国が嫌いという回答者は1649件で 93.1% を占めました。どちらでもないという回答者は34件で、韓国を好きって言った回答者より 0.4% さらに高かったです。この設問に参加した人たちのコメントを見ると、こうです。正しい歴史認識を否定し、政治的に誤った歴史を教える韓国に激しい憤りを感じる。韓国のすべてが嫌い。ただそれだけ。私も日本が好きです。日本へ行くたびに感じたことがある。韓国もそのような国民意識を高めなければならないと考えることは、模範とならなければならないと考える。日本の良いところが確かにある。それにもかかわらず、日本が犯した誤った歴史は、日本がきちんと謝罪しなければならないと考える。反日教育に狂った人も多い。もちろんいい人もいるが、あえて会う必要はない。無条件に日本を嫌う人も確かに存在する。それは日本も他のどの国でもそのような部類は存在する。しかし、それが全てではない。極めて少数の人々がそのような考えを持っていることを韓国人民らがそうだと一般化の誤りを犯しているのだ。それは非常に間違った認識だ。文在寅政権が持続する限り首脳交流は無理だ。ジェイン大統領は815幸福節の行事で日本に明確なメッセージを送った。望むなら対話するし、会うからといって平和的な方法でこの難局を一緒に解決していこう。まだ答えなかったのは日本だ。もちろん政治外交的観点から日本では8月15日が過ぎた後に動かなければならないと日本政界の話があったというのを聞いた。実際、韓国の国会議員である僕サトシ元がテレビ番組で日本側とそのように話になったと話した。韓国と日本の外交的状況と理解度が落ちる状態でこのような文章を書くことは自分の愚かさをあらわにしているのではないか。10月に釜山に行く予定なのに悩んでいる。はい、来てください。私がこの前、日本に行った時は日本人の親切さが全部消えました。計算する時もお金だけもらってお釣りを渡す日本人も多かった。特に空港やレストランのような場所と誰にも親切にする場所以外には日本人個人の売り場のような一般的な場所での親切さは見当たらなかった。むしろ日本にいる間にはずっと不快だった。一般市民はむしろ親切だった。それでみんなが不親切だったし、皆が親切ではなかったが、韓国に帰ってきて考えてみると、不愉快な気分は依然として残っていた。個人的に日本人が韓国に来たらどうだろうか。昔から反日教育の結果だ。今の状態は犬に勝る。韓国が滅びたら良いだろう。反日教育を受けて育った民族をどう好きになったら良いか。韓国が教育を受ける歴史は反日の教育ではない。歪曲されない歴史的真実を教育されているのだ。しかし今日本はどうだろうか。メディアと言論の自由度も低い国なのに、歴史教科書はどの程度なのかを考えてみたのだろうか。誤った知識が真実だと信じていることは残念だ。剣より劣るという言葉は、このような時に使うものではない。私も日本が滅びたらいいなぁと思う。ひたすら歴史的な事実を歪曲して捏造する時だ。しかし、日本人はみんな悪いわけではない。韓国と日本の外交問題とは違う。国家間の約束を守らない国は信頼できない。
裁判の判決を国民の意思で覆すことは、低俗な国家がすることだ。韓日請求権協定は、韓国と日本、すなわち、国と国家間の協定だ。個人請求権の効力は、依然として存在する。もしこのような事実を否定するなら、日本は世界二次世界大戦で敗戦後、米国に国家間の賠償だけでなく、個人間の賠償問題も早く解決した。他の国にはそうしたにもかかわらず、韓国にはなぜそうしないのかについて考えなければならない。誰が見ても力が強い米国には屈服し、当時日本より国力が弱かった韓国は放置して下退したのではないか。日本は弱者に強く強者には弱い国なのか？では今の韓国は日本から薬局かな？今の韓国はあの時の韓国とはたくさん違うということをわからなかったら、あなたはもう発展のない人だ。多くのコメントがあったが、一つ一つ全部扱いにくい点、ご了承ください。チャンネルに動画を見てみると、常にこのような話をしてきた。ぜひ勉強して考えを悟れ。よく学べなかった歴史を自ら正して悔い反省しろ。今日も丁寧に要請してみる。どうか間違った歴史を真実だと信じるな。